ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は G7 広島サミット、改めて解説をしておこうと思います。改めてという言葉をわざわざ使ったのには理由があります。それはゼレンスキー大統領が日本へやってきたからです。事前の話ではオンライン出席だろうと言われていたのですが、実際にやってきた。これに伴う影響は非常に大きなものです。そして彼がやってきたことにより G7 広島サミットは歴史の1ページに確実に残ろうとしています。それだけの影響が起こり得るというわけです。今回の動画ではそうしたゼレンスキー大統領についての話とともに、このサミットに対抗する形で動いている中国についての言及もしておこうと思います。それではまずは関連ニュースから見ていきましょう。G7 サミット首脳宣言を異例の前倒し発表。ゼレンスキー大統領来日で埋没を避けたか。G7 首脳は広島サミットの成果をまとめた首脳宣言を出しました。本来はサミット最終日となる討議を受けて出されるはずだった首脳宣言なんですが、異例の前倒し発表となりました。首脳宣言では、核軍縮、不拡散の努力を強化し、究極の目標である核兵器のない世界を目指す。ロシアの違法な侵略戦争に直面したウクライナを支持し続ける中国などが輸出制限により相手国に圧力をかける行為を念頭に、経済的威圧への耐久力を育むと明記しました。首脳宣言が最終日を待たずして出された理由について、政府側は G7 首脳のみのセッションが終わったためとしていますが、ウクライナのゼレンスキー大統領が来日し、その動向に関心が移ることで埋没することを避けたのではとの見方も出ています。ゼレンスキー大統領は早速イタリア、イギリス、インドなどとの首脳会談を行いました。SNS で逐次会談の様子などを伝えていて、サミットの機会を捉え、積極的に情報発信しています。日本で行われているサミットに合わせる形で行われている中国のサミットについても記事をご紹介しておきます。中国、国際秩序でアメリカに対抗姿勢、中央アジアとのサミットで共同文書。中国の習近平国家主席は、陝西省西安で中央アジア5カ国の首脳と中国中央アジアサミットを開き、共同文書、西安宣言に署名した。同文書に国際秩序やグローバルガバナンスを公正で合理的な方向に発展させると明記。G7 広島サミットが日本で開かれる中、国際秩序をめぐり、アメリカなどに対抗姿勢を示した。習氏は演説で、中央アジア諸国との関係が新しい時代に入ると強調し、中央アジア5カ国との関係を誇示した。習氏は、アジアへの関与を拡大しているアメリカの存在を念頭に、外部勢力が地域国の内政に干渉することに断固反対すると訴えた。サミットには、中国のほか、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンが参加した。6カ国首脳が対面で集まるのは初めて。会議では2年に一度の定期開催を決め、次回は2025年にカザフで開くこととなった。中央アジアは中国の巨大経済圏構想一帯一路の主要ルートとなっている。日本としては広島で開催されるサミットである以上、核なき世界を目指していくという崇高な理念に基づく情報発信をすることには成功しています。そういった意味では岸田総理としては最低限のことはやり遂げたという思いでしょう。しかし今回はゼレンスキー大統領がやってきたことによりサミットの核とでも言えるようなものが一段階上がったような状態です。ただし核兵器をなくす方向で話が進んでいるかといえばそういったわけではありません。確かにそのような方向性の方が望ましいなということは理念としては誰も反対しないわけですが、現実世界においては核兵器の有用性などが改めて見直されているのが現状です。一体なぜそのようなことになっているかといえば、ロシアがそれを体現しているからです。ロシアはウクライナに対して核兵器の使用も示唆するような話をこれまでも何度となく行ってきました。その影響は、ウクライナに対する軍事支援があくまでも段階的に徐々に進められてきたことに反映されています。例えば、最初の頃であれば戦車を供与するなんてとんでもないみたいな話があったわけですが、現在では戦車の供与は現実のものとなり、なんでもっと数を送らないんだといった話の方が主題になっています。そして戦闘機供与についての話も当初は全く進む気配がなかったものが、ここ最近になってきてようやく各国においてウクライナ兵に対する戦闘機訓練を行い、そして実際に戦闘機を供与するにおいてアメリカはもはやこれを拒否しないといった話などをしています。これまでウクライナに対する兵器供与が段階を踏んできたのは、ロシアに対する過度な刺激を避けなければならない。そのような強い刺激を与えると、もしかしたら
本当に核兵器を使ってくるかもしれないという脅しが実際に効いていたからです。しかし、今回ウクライナのゼレンスキー大統領がサミットにやってきたことにより、各国はロシアを非難し、一方においてウクライナ支援を継続していくという姿勢を表明していますから、戦闘機連合の発足に向けて非常に前向きな動きがこれから起こってくることでしょう。なお、ウクライナに戦闘機を供与するにあたっては一つ条件があります。まず第一に、今のアメリカには戦闘機を供与する余裕はあまりないかもしれないということです。それは、他の国々に比べるとアメリカは明らかに頭一つ飛び抜けた状態でウクライナに対する軍事支援を行ってきました。しかしそれでも無制限にできるわけではありません。あくまでも議会が認めた権限の中においてウクライナへの軍事支援は行われています。ですから、この上さらにアメリカ自身が戦闘機を供与するとなると、他の物資支援などに支障が出るレベルだと言われています。だからこそ、アメリカで製造・輸出されたものが海外にたくさんあって、それらの中から供与したいと申し出た国があるのであれば、それらについて認めていく方向だというわけです。そして、戦闘機というのは他の兵器に比べるとはるかに買うこともそうですが、維持運用していくことにもお金のかかる兵器です。ですから、戦闘機供与ができますよとなったとしても、実際にどんどんとウクライナに供与するには非常に高いハードルがあります。ここにもまた一つ条件があります。今後退役が決まっている戦闘機を供与しようという条件が必要となってきます。例えば、今 F16 戦闘機を持っているんだけれども、主力戦闘機をステルス戦闘機の F35 に切り替えていこう。だからこそ退役していらなくなるんだからウクライナに供与することができる。この条件を満たしている国としては、現在オランダやデンマークの名前が挙がっています。実現するなら実現するで、パイロット養成などの時間も必要ですから、どんどんと前に話を進めていってほしいものです。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領が広島にやってきた理由というのは、そうした戦闘機連合の発足に向けての下準備だけではなく、中立やもしくは親ロシア的な行動が目立つ国を切り崩すというのも一つ目標としているはずです。その中でもやはり注目すべきなのはインドとブラジルでしょう。インドの場合だと中立とは言いつつも、ロシア産の原油などの購入量は以前に比べると10倍程度にまで上がっているという話などもあります。値段としては買い叩いているとは言っても、やはり総量として多ければ多いほどそれだけロシアにとっては非常に貴重な現金収入となっています。ゼレンスキー大統領はインドを切り崩すことでなんとか親ロシア的な行動を少しでも抑制してほしいと訴えかけています。今のところインド側からはウクライナに対する人道援助を中心とした支援などを取り付けたという話があり、少なくともあって損はしていない状態です。また同じようにしてブラジルに対する働きかけでも、そもそも国際法などでみんなである程度取り決めた話、侵略戦争はダメですよねとか、戦争犯罪しちゃダメですよねといった反対のしようのない話を呼びかけることによって、ブラジルから友好的な文言を引き出すということがロシアに対する牽制にもなるわけで、失敗のない外交をすることも可能というわけです。というわけで G7 広島サミットというのはゼレンスキー大統領にとっては対ロシア外交としても良いし、またウクライナに対する軍事支援のレベルアップを図る上でも重要な外交の場ともなったわけです。一方でこのような話が進んでいく先には、ロシアがじわじわと追い詰められていく様相といったものが思い浮かべられるわけですが、そのような未来図を前提として動いているのが中国です。今回紹介した2つ目の記事はまさにそのようなロシアの影響力低下といったものを前提として動いている節があります。今回中国と共に国際会議を行った国々は、もともとはソ連時代においてはその影響圏にあった国々です。しかし、ロシアの影響力が低下するに伴って、これらの国々は、もはやロシアは頼りにならないし、むしろ危険性が高いとも考えるようになっています。なぜ危険性が高いというふうに考えるかといえば、これらの国々においてはロシア系の住民も多く、それらの住民が多いということは、今回ロシアがウクライナに対して行った侵略の条件といったものが少し当てはまっていることが心配されています。ロシア系の住民がいてそれらの人々が迫害を受けているといったことを一つの口実として分離主義者をロシア側から送り込み、それらの人々にロシアの正規軍が兵器などを渡し、分離独立運動などを起こし、そして偽りの住民投票などを元にして、その国からロシア側へと領土を引き渡せみたいな動きが起こってくる。そういったことをこの中央アジアの国々はもはや危険性の一つとして
認識し始めているのです。そして、ロシアの影響圏にある国々が、もはや影響を受けていることに対してメリットを感じなくなっているのであれば、もっともっと中国側にやってきなさいと訴えかけているのが、習近平国家主席の進めている一帯一路構想の中に、これら中央アジアの国々をもっともっと強力に取り込んでいくことです。ですから、今回、広島でサミットが行われました。そして中国でもサミットが行われました。そしてどちらにも参加できない国がロシアです。ロシアはウクライナに対する侵略に伴って、欧米のグループからは明らかにつまはじきにされ、一方において頼りになって欲しかった中国にしてみると、ロシアが下手をこいたために、ロシアの影響力が低下した地域においては中国の影響力拡大が進み、ロシア本体をも毒するようなことへと進んでいます。このことからわかるのは、長期的な展開を考えた場合においては、ロシアの衰退といったものを織り込んだ上で、もっともっとさっさとロシア軍を撃退する方向で軍事支援は進めるべきですし、その先にある中国の台頭といったものを考えた場合においても、やはり日本などは G7 メンバー、そしてさらには G20 の国々のような、いわば様子見を決め込んでいるような国々に対しても、中国やロシアとの関係を見直してほしいと訴えかけていく外交が必要だということです。それにしても、今回のゼレンスキー大統領の来日に伴って広島サミットは一つ格が上がったとも言えます。ちなみに人によって評価は異なるのですが、ウクライナに対する軍事支援を日本は行っていません。このことを評価する人もいますが、私は逆にさっさとロシアの侵略の意図をくじくためにも、ウクライナに対する軍事支援を行えるように変えるべきだと考えています。今回の G7 広島サミットが世界的な評価で言えば、明らかに成功の部類として考えられるのは、岸田首相の手腕というよりは、今まさに国際情勢がそのような G7 の結束といったものを求め、それが実現されているからに過ぎない面があります。時代の風に押される形でうまくいっているだけといった部分も結構あるわけですから、岸田首相はもっともっと周りに押されてというのに加えて、やはり日本自身も変わっていかなければならないという思いを強めてほしいものです。自民党内部においては、ウクライナに対する軍事支援を行えるようにルール改正を進めるべきだといった話が何度となく去年から上がっていますが、なかなか実施へと踏み切っていない状態です。そのあたりの話も検討で終わらせるのではなく、どうか日本の影響力拡大のためにも一手打ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。G7 広島サミットにゼレンスキー大統領がやってくることによって、ウクライナ支援への結束は高まりそうですし、核による恫喝を行っているロシアに対しての批判や離反の動きといったものも影響はあるでしょう。さらにはそのようなロシアの影響力低下に伴って中国が中央アジアに対する影響力を拡大しようとしていることも明らかです。国際情勢の変化といったものはそのようなある国が沈んだ場合において別の国がまた問題として浮上するといった現象を生み出します。しかし一貫して大事なのは日本の場合だとそのような動きに対して一国で対応するのではなく、より多くの仲間と共に歩んでいくことが求められます。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。ちなみに前回の動画において不調というのは喉の不調の話でした。今もなんとなくおかしな感じにはなっています。早く良くなってほしいものです。それでは。